こんにちは、スイラボです。今日ちょっと風が強いので、風の音が入ってるかもしれないです。ご了承ください。以前、スマートフォンを使った俯瞰撮影システムの動画を出したんですが、その時とは撮影部屋が変わったことで使えなくなってしまいました。どうにかこの部屋でも俯瞰撮影をしたいと考えていたのですが、こちらの机自体が壁にぴったりくっついているのと、幅も左右の壁いっぱいまで机が来ているのと、さらにこの机自体も前面に引き出しがついているので、机にクランプして使う類の俯瞰撮影システムっていうのが使えない状態です。そこで何かいい方法はないかと考えたところ、やっぱりこれを利用するのがいいんじゃないかという考えに至りました。そう、フレンチクリートです。先日の動画でここの左側の壁にもフレンチクリートを設置したという話をしたんですが、実はそれも今回の布石だったりします。俯瞰撮影を行う場合は正面のフレンチクリートを使うんですけれども、どうせだったら現状撮影しているこの画角からもフレンチクリートを使った撮影ができればと思っていたこともあって、このカメラの後ろにあたる左側の壁にもフレンチクリートを設置したわけです。これまでこの画角で撮影するときはこんな感じのベルボンのポールポットというものを使って撮影をしていて、普通の三脚と比べて場所を取らないのは便利なんですけれども、やっぱりその構造上ものすごく揺れちゃうんですよね。これまでの動画でも画面が揺れていることがあったと思うんですけれども、それはこれを使った影響です。録画ボタンを押すだけでも揺れてて、10秒くらいは揺れが収まらないのでちょっと使いづらかったんですよね。フレンチクリートに固定できるようになればこちらの問題も解決するかと思います。あとはどういう仕組みでフレンチクリートにカメラを固定するかですが、現在やっているような正面からの撮影と俯瞰撮影を簡単に切り替えられるようにしたいので、今回はこんなパーツを準備してみました。こちらのアルミのパイプとパイプを壁や天井に取り付けるためのブラケット、そしてフランジのスーパークランプです。これらをこんな感じで組み立てて、こちらの 2x4 の端材にフレンチクリートのフックをつけたものにこうやって取り付けることで、通常撮影と俯瞰撮影をうまく切り替えられないかやってみたいと思います。今回はミラーレスカメラを使った俯瞰撮影になるので、このクランプがどのくらいホールドできるかにかかっているかと思います。組み立て自体は特に難しいことはないかと思います。あとはもうこの 2x4 材にビス止めするだけですね。ちなみにこちらのブラケットにビスとボードアンカーが付属しています。ボードアンカーは今回使わないですね。それではざっと組み立ててみたいと思います。こんな感じですかね。そしたら今撮影しているこのカメラをこちらに取り付けていくので、ここで撮影をスマホにチェンジします。そしたらカメラにフランジのスーパークランプを取り付けてアルミパイプを挟むとこんな感じですね。一旦通常撮影の向きで取り付けてみます。一応こんな感じでちゃんとくっついてますね。ただちょっとここのレール、これオールドウッドワックスで塗ったんですけれども、その影響ですごいスルスル滑るんですよね。ちょっと今はちょうどいいバランスで引っかかってくれてるんですけれども、ちょっと力を加えると前にスルッと回転してしまうので、これは別途ここの下の部分にでもロックできるようなものをつけて使うのが良さそうですね。というわけでですね、ちょっと急遽ここに端材をくっつけてみました。こちらはビス1個だけで止まっているので、こういう風に回転することができるようになっています。
これがついていればこんな風にカメラを載せていても上と下で挟み込むことになるので落下することはなさそうですね。ちなみにこんな感じで設置すると画角としてはこんな感じになります。元の画角にかなり近い感じにできそうですね。ということで通常の撮影はこれでできそうです。それではいよいよメインの俯瞰撮影ができるか試してみましょう。クランプの向きを変えて正面のフレンチクリートに設置します。なんとか大丈夫そうですね。ここのパイプをクランプしてるところがもしかしたらカメラの重さに耐えきれなくて滑ってこう前に回ってしまうかなと思ったんですけれども、なんとか大丈夫そうですね。結構強く締めてはいます。それでは実際にこちらのカメラの映像に切り替えてみます。はい、こんな感じで映ってますね。じゃあ実際に物を映してみると撮影はできるんですがちょっと近すぎる感じがしますね。もう一段上でもいいかなと思います。ちょっとカメラを移動してみます。なるほど。先ほどはこの一番下のレールに引っ掛けていたんですけれども、下から2番目のレールに引っ掛けてみると映り方はこんな感じになります。これぐらいがちょうど良さそうですね。この状態でズームしたりといったこともできますね。いいですね。いや、これなら使えそうですね。良さそうですね。で、このスペースの照明は以前動画にしたように天井をぐるっと囲むように取り付けているので、この物を持った時も影がほとんどできないですね。これはいいですね。これぐらいの距離があればハンダ付けする時の様子なんかも撮影できるかもしれないですね。今は GH5M2 付属のズームレンズキットを使って撮影してるんですけれども、一番引いた状態でこんな感じの見た目になっていて、この状態からズームしてみるとこのぐらいまでは寄れるんですね。今映っているこの辺の部品が1608と呼ばれるサイズの部品になると思うので、これぐらい寄れていれば、ハンダ付けの動画なんかも撮れたりするかもしれないですね。もっと寄りたい時はフレンチクリートのレールを一段下げてみましょうか。あんまり変わらないかもしれないですけれども、これぐらいまでは寄れますね。ちょっとこれ以上ズームしちゃうとピントが合わなくなっちゃうみたいです。これだと結構使えそうですね。思ってたよりいいな。今後ジャンク修理の動画なんかも出していきたいと思うので、そういう時にはすごいこのシステムが役に立ちそうですね。はい、ということで通常の撮影位置に戻ってきました。結構カメラが重いのと、さらにフレンチクリートに対してかなり前方に重心が来るような使い方になるので、うまくいかないかなとちょっと思っていたんですけれども、ちゃんと上からだけでなく下側にもロックをつけて上下から挟み込むような形にすれば十分使えるということが分かりました。というかかなりこれいいですね。今もフレンチクリートに引っ掛けた状態で使ってますけれども、元の状態とあんまり変わらない画角で撮ることができていますし、前の時はポールポットを置いちゃうとこの机の横に置いてあるサイドキャビネットが開けられなくなるので結構ストレスだったんですよね。フレンチクリートにしたことでそちらも解決されましたし、画面の揺れも解消されましたし、何より俯瞰撮影が想像していたよりもかなり使いやすいような形になったので、このシステムを使った動画っていうのを今後いろいろ撮ってみたくなりますね。あとはレンズも今までは特にこだわりなく使ってましたけれども、マクロレンズとかあるとどういう風に映せるのか興味が出てきちゃいましたね。レンズもかなり沼っていう話聞きますので、あまり足を踏み入れたくないところではありますけれども、レンズによってどういう変化があるのかっていうのはちょっと気になるところです。
それでは今回の動画は以上になります。このチャンネルでは 3D プリンターや電子工作関連の動画をアップしています。チャンネル登録、グッドボタンいただけるとモチベーションにつながります。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。